にちは、しまゆです。今日はですね、被災者を尊重する一番ベストな方法ということでお話ししていきたいと思います。イエイ。こうやって聞いて皆さんは何だと思いますか？一番最初に思いつくのは物資やお金を寄付するとか、瓦礫の撤去を手伝うとかね、そういうことを思いつく人が多いんじゃないかなというふうに思います。なんだけれども、今回はですね、そういう話ではなくて、また別の観点で被災者の方々を尊重する方法っていうのをお話ししていきたいなと思います。で、それが何かっていうと、備えです。そんなの当たり前じゃんとか、見る価値もねみたいな感じで思われる方も多いかもしれないんですけれども、意外とできていないこともあったりすると思うので、少しでもこの動画を見て備えを見直す機会にしていただけたら嬉しいです。ちなみに SDGs に特化しているこのチャンネルでこのテーマをお話しするのは、安全に住み続けるための施策も SDGs の一つだからです。そもそもが SDGs っていうのは持続可能っていうのを推している目標なのでね。で SDGs の中でも11番住み続けられるまちづくりに一番当てはまるかなと思っています。ではですね、まずなぜ備えが重要なのかを見直せたらと思います。311から11年が経ちましたね。ちょうどこの前も震度6強の地震が宮城と福島で起こったと思います。地震だけじゃなくて火山の噴火だったりとか土砂崩れとかも最近よくではないけれども結構起きてることですよね。あとは戦争の飛び火で核兵器が使われるだとかミサイルが使われるとかね、いろいろ言われてると思いますし、天然ガスが高騰してしまうだとか、あとコロナの初めての自粛期間にあったと思うんですけど、物流が滞ったりとか買い占めが起こったりとかね、いろんなことが原因でスーパーとかコンビニから物がなくなるとかね、そういったことがあったと思うんですけど、本当に災害に限らずいろんなことが原因で日々の生活っていうものがうまく送れなくなってしまうことってすごくあると思うんですね。だからこそ日々備えをしておくっていうことはすごく重要だと思っています。で、私が今やっている備えっていうのを今回は4つご紹介したいと思います。まず1つ目が災害に巻き込まれにくい場所に住むということです。311だったら津波と原発がすごく被害が大きかった原因だと思うんですけど、その2つが原因で被災しないためにどうしたらいいかって言ったら、津波だったら海の近くに住まないとか、原発だったら原発の近くに住まないとか、そういう話になってきますよね。やっぱりどうしても普段生活しているとそういったものを忘れてしまいがちだと思うんですね。原発だったら原発は別に普段普通にね稼働しているわけで、別に事故なんて起こらないよねみたいな、なんかよくわかんないけどそういう思い込みができてしまったりもするし、あとは津波っていうのは別に311で初めて起こったわけじゃないじゃないですか。歴史を振り返れば、私ちゃんと詳しく知らないですけど、津波っていうのは日本は昔から多分起きていて、ここまでは住んだら良くないよみたいな線ってあったはずなんですよね。だけれどもそれを知らないうちに気づいたら超えてしまっていて、津波の被害に遭ってしまうみたいなことがあったんだと思うんですよ。っていうのがあるから、311を忘れないっていうのはすごく重要なことで、このラインまでだったら絶対津波来ないよねっていうラインを超えないようにする、そういう法律を作ってしまうとかもいろいろ方法はあると思うんですけど、それをね代々語り継ぐでもいいんだけれども、そういうことってすごく重要だと思うんですね。結局それをしなければまた同じ間違いをしてしまうわけですよ。311で津波で流されて被災された方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。その方々の命を無駄にしないためにも同じ間違いをしないこと、津波に飲み込まれる可能性がある区域には絶対に家を建てない、家だけじゃなくていろんな施設もそうなんですけど、そういうものを建てないっていうのがすごく重要だと思うんですよね。はい、なのでどこに住むかっていうのはすごく大事だと思います。で、ちなみに私はどこに住んでるかっていうと、川は近くにあるんですが、でもそこからの水害は合わないような場所に住んでます。地形的に絶対水は来ないよねっていう安全なところに住んでいます。で、普通の東京のね部屋に住んでるので、土砂崩れとかもないですし、そういう感じのところに住んでるので、基本的には災害に巻き込まれないかなと思っています。続いて2番目がですね、非常用具ですね。当たり前だと思うんですけど、ほとんどの人が多分持ってるんじゃないかなと思います。
ます。私はちゃんと持っています。で、最近ちょっと買い直しました。もともと持ってたんだけれども、最近すごい災害が多いっていうのもあるんですけど、ちゃんと見直したいなと思って最低限揃ってますみたいな非常袋セットを買いました。で、ちなみに非常用具って持ってるから大丈夫っていう風に安心しきるのは良くないと思っていて、常にどういうものが入っているかってちゃんと確認したりだとか、使い方をチェックしておくとかっていうのすごく重要だと思うんですね。私の実家でこの間見つかったのが20年前のカイロが見つかったんですよ。やばくないですか？父親が使ってみたらしいんですけど、一応使えたらしいんですね。なんですけど、使用期限的にはもう10年ぐらい前に切れてるわけで、それをずっと持っておくっていうのはやっぱ本当にいざとなった時に使えないだったら本当意味がないので、ちゃんと消費期限だったりとか使用期限っていうのはしっかり管理しておくっていうのがすごく重要ですよね。一回用意したからもう大丈夫っていう話ではないっていうことですね。で、こんな感じで私は買った非常用具を玄関横の靴箱に入れてます。すぐに持って逃げれるようにね。で、水も2リットルのものを2本置いてます。本当は非常用具もエシカルでサステナブルなものを買いたかったんですが、普通のやつしか見つからなかったので普通のやつを買いました。私が持っている非常袋はこんなやつですね。この間買ったやつがこれです。結構な、量だし重さなんですけど、でもリュックになってるので、よいしょ、普通に全然問題ないかなと。こんな感じでね、全然背負えるので問題ないかなと思っています。で、続いて3つ目が、備蓄ですね。これも当たり前だなって思う人多いと思うんですけど、意外とできてない人もいるかもしれないので、しっかりね見直していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、私の場合はさっきお見せした通り、水をね2リットルのやつが日本は最低限だと思ってるので置いています。でも本当は1日2リットル使ってしまうって考えると、3日から1週間ぐらいの水はあった方がいいと思うので、できればあと1本から5本ぐらいは足しておいた方がいいかなっていうふうには思ってるので、少しずつ貯めていこうと思ってます。あと、さっきの非常用具の中に本当に最低限の食料っていうのは一応セットで入ってるんですけど、それだけじゃなくて私の場合はプロテインを備蓄として持っています。で、プロテインもともと自分のね健康のために取ってたんですけど、考えたら備蓄になるなっていうふうに思って、普段の自分が飲むプロテインとは別で開封しなくて備蓄用っていうプロテインを一つ持ってます。で、ここの動画では、MLM の商品っていうのがあるのでご紹介はできないんですけど、私はそういう風に、備蓄してるよっていうご紹介です。で、ちょうどね今この動画を撮ってるのが3月19日なんですけど、今現在で宮城の地震の影響でね断水が起こってるっていうニュースがあるんですけど、やっぱりそういうこともあるじゃないですかっていうのがあるので、そういうことも視野に入れた上で水をしっかりと持っておくっていうのはすごく重要だなと思います。で、そのやり方として私としてはさっきみたいに水2リットルを何本かボンボンボンって置いとくっていうのも全然いいと思うんですけど、ウォーターサーバーってすごい手軽だなって思うんですね。で、私の場合はちょっとお金の問題でウォーターサーバーは取り入れられてないんですけど、月々に3000円からね始められると思うので、そのぐらいのお金だったら余裕があるよって人だったらすごいいいんじゃないかなと思います。それの代替案としては浄水器を使ってます。浄水器何の意味があるねんって思うと思うんですけど、それこそ断水したら全く使えないものにはならないんですけど、断水する前にね、例えば浄水器を通した水をいろんな鍋だったりとかお風呂とかに溜めておくっていうのもできるじゃないですか。で、あとは災害が起こることで上下水道っていうのが壊れちゃったりすることもあると思うんですね。そうすると断水はしてないんだけれども水道に何が含まれてるかわかんないみたいなことってある可能性があるじゃないですか。いろんな物質が含まれてしまった時にもちゃんとろ過して飲み水として最低限飲めるっていう、そういう水が作れると思うので、浄水器つけておくのはいいんじゃないかなというふうに思います。で、私はですね、浄水器買ったはいいんですけどつけられなかったんですね。このネジが硬すぎて全然外れなかったんですよ。だからまさかのユニットバスの方の洗面台につけてます。毎回ここから飲み水とか料理用の水を汲んでるっていうね。最後4番目ですね。これが何かっていうと、災害の時の連絡手段ですね。電話は311で覚えてる方も多いと思うんですけど、なかなか通じなくなってしまったりするじゃないですかっていうのがあるので、それ以外
外の方法でちゃんと家族だったりとか友人とか同僚と連絡が取れる手段っていうのをしっかり普段から認識しておくっていうのはすごく重要だなと思います。でこの間衝撃だったのは、宮城と福島で震度6強の地震が起こった時に気づいたことがあるんですけど、キャリアがね提供している災害用伝言板ってあるじゃないですか。あれって格安 SIM の人って使えないんですよ。3大キャリアが提供してるんだから、当たり前といえば当たり前なんですけど、私はねそこが完全に盲点だったんですよ。もう普通に災害用伝言板のアプリは、私の場合もともとソフトバンクだったのでソフトバンクのものを入れてずっと放置してたんですけど、それをこの間開いたら SIM を確認してくださいみたいなこういうね画面が出てしまって、これ全然使えないじゃんってなったんですね。もちろんソフトバンクの人とかね、3大キャリア au ドコモの人はそれぞれが提供している災害用伝言板っていうのは普通に使えると思うんですけど、そうじゃない人っていうのは注意した方がいいと思います。じゃあその代わりにどんな連絡手段がいいのかなっていろいろ調べてみたんですけど、どうやらですね、電話の規制はかかるし通信速度もおそらく下がるんだけれども、一応ネット回線が切れることはなさそうなんですね。大きな災害が起こったとしても。なので LINE だったりとか Facebook、Twitter、その辺でつながってる人たちっていうのはそれぞれの SNS でしっかり安否っていうものを連絡し合うっていうのはできそうなんですよ。もちろん災害用伝言板とか災害用伝言ダイヤルみたいなのもあると思うので、そういうのを使うっていうのは全然いいと思うんですけど、率直に感じたのはどちらかというと、普段から自分たちが使っている連絡手段がそのまま使えるのであれば、その方がスムーズだなって思ったんですね。災害用伝言板だとどうしても普段使ってないので、その時になってあれ使い方どうしたらいいんだろうみたいななっちゃったりすると思うんですよ。だけど LINE とか Facebook とかね Twitter とかだったら普段から使ってるわけで、宮城の地震の時とかも見てみたら安否確認サービスみたいな感じで LINE だったらね出てきたんですね。無事ですみたいなボタンがあるので、そのボタンを押せば LINE でつながってる人だったら伝わるわけだしっていう感じなので、普段から使っているものでそういう機能があるものっていうのをしっかり確認しておくっていうのはすごく重要だなというふうに思いました。はい。でいろいろね今回お話ししてきたんですけど、重要なのって備えはするけれども不安にはなりすぎないことだと思うんですね。なんでかっていうと、脳科学ではですね、感じている感情に合わせて現実が作られるっていうふうに言われてるんですね。だから不安になればなるほど不安な現実が作られるし、楽しい気持ちでいればいるほど楽しい現実が作られるんですよ。だから備えをするのはすごく大事だと思うんですけど、地震いつ来るかな、怖いな、どうしようみたいなそういう不安っていうのは必要ないなっていうふうに私は思っています。備えはするだけしておいて普段は楽しく過ごすっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに私は思います。はい、ということで今日はですね、被災者を尊重する一番ベストな方法ということで備えについてお話しさせていただきました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画が良かった方はグッドボタンをよろしくお願いします。またこのチャンネルでは人にも地球にも優しい社会を作るためのサービスや考え方を紹介しています。そういったことに興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またですね、仲間も募集しています。 SDGs とかエシカルな生活っていうものをもっとねいろんな人に発信していきたいという志のある方はぜひ概要欄をチェックしていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。